こんにちは、月島です。今回は Nintendo Switch 用のワイヤレスコントローラーを購入しましたので、開封レビューをしていきたいと思います。主な特徴は Bluetooth ワイヤレス接続、連射ターボ、マクロボタンを4つ搭載、6軸ジャイロセンサーなどです。それぞれの使い方や設定方法などを見ていきたいと思います。また今回レビューするコントローラーについてこの動画や取扱説明書を見てもわからないことがある場合はコメント欄に書き込むのではなく、商品販売ページにあるカスタマー Q&A にて販売元へお問い合わせするようにしてください。目次です。本体各部の確認と比較、ペアリング方法、連射機能の使い方、マクロボタンの設定方法、ジャイロ機能、振動調節機能、最後にまとめです。コントローラーは全体的に丸みを帯びていて、純正のプロコンに近いデザインをしている印象です。以前レビューしたコントローラーよりも質感は高い感じがします。A、B、XY ボタンです。ボタンの上部は純正プロコンと比べると平らな形状をしています。押し心地には違和感はありません。押した音はこんな感じです。右スティックと左スティックです。スティックは純正プロコンと比べると高さがあり、上面も小ぶりな印象ですが、操作してみた感じは悪くないと思います。特別使いにくい印象はありません。十字キーは低く小ぶりな印象です。押してみると少し柔らかく感じますが、以前レビューしたコントローラーはだいぶ硬い感じでしたので、新しいコントローラーの方が押しやすいです。プラスとマイナスはスタート・セレクト操作に使用します。ターボボタンは連射機能を任意のボタンに割り当てるときや、背面の M ボタンにマクロ設定をするときに使用します。連射機能やマクロの設定などについては後ほど確認します。丸ボタンはスクリーンショット用のボタンです。ホームボタンです。スリープ状態からホームボタンを押すことでスイッチを起動させることが可能です。ゴムのような素材が貼られていて滑り止めの効果があります。開封してみて感じたのはこの部分が少し匂います。個体差もあると思いますが、いずれ匂いが飛んでくれれば良いと思います。コントローラー上部にはデザインが施されています。これはおしゃれでかっこよいと思います。L、R、ZL、ZR に対応したボタンは純正プロコンと同じような形状と押し心地をしています。そして充電やペアリングとして使用するための USB-C 端子があります。マクロボタンがあり、それぞれにコマンドを設定できます。4つ装備されているのがこのコントローラーの長所です。コマンドをたくさん使用するゲームでは使いやすいと思います。また背面に4つもボタンがあると間違えて押してしまいそうな感じがしますが、ちょうど中指が当たらない位置にボタンが配置されていますので問題はないようです。マクロボタンの設定方法は後ほど確認します。中央に Bluetooth ペアリングボタンがあります。Nintendo Switch と無線でペアリングするときに使用します。インジケーターランプが装備されています。コントローラーを使用しているときや充電しているときに点灯・点滅します。6軸ジャイロセンサーを搭載しています。NFC 機能はないです。振動の強さは好みに合わせて3段階となしに調節可能です。重さは 217g で電池容量は 500mAh です。純正のプロコンと比べると半分以下のバッテリー容量になります。ただその分コントローラー本体は軽いです。
充電に必要な時間は約2時間で、使用可能時間は約10時間です。技適は OK です。また、取扱説明書には日本語のページも用意されています。USB Type-C ケーブルを用いて Nintendo Switch とコントローラーを直接接続します。登録しましたと表示されてペアリングができました。ちなみにケーブルで Nintendo Switch とコントローラーを接続しているときは充電されるモードに入りコントローラーを使用することはできないようです。接続している状態だと反応しません。ケーブルを外します。ケーブルを外すと普通に使用することができます。Bluetooth を使用して無線でペアリングする場合は、スイッチの設定画面よりコントローラーとセンサーのページを開きます。次にコントローラーの持ち方、順番を変えるのページを開きます。この画面になりましたら、コントローラーの背面にあるペアリングボタンを3から5秒長押しします。インジケーターが光り、ペアリングモードに入りました。画面に登録しましたと表示され、コントローラーが1回振動したら接続は完了です。これで使うことができるようになりました。また、ペアリングが完了している場合は、コントローラーのホームボタンを押すことで Nintendo Switch を起動することができます。このコントローラーはスイッチライトとペアリングして使用することも可能です。登録されました。スターソルジャーを使用して連射機能の設定を見ていきたいと思います。ターボボタンを押しながら A ボタンを押します。これで連射が設定されました。連射速度は1秒間に5回、12回、20回の3つから選択することができます。任意のボタンに連射を設定した後にターボボタンを押しながら右アナログスティックを上か下に倒すことで変更できます。連射速度を速くします。連射速度をさらに速くします。連射ホールドはボタンを離しているときに連射されて、ボタンを押したときに連射が止まるという機能です。設定方法は長押し連射の状態からターボボタンを押しながら A ボタンを1回押します。連射が設定されていない状態の場合はターボボタンを押しながら A ボタンを2回押します。現在は長押し連射の状態ですのでターボボタンを押しながら A ボタンを1回押します。ポーズを解除します。長押し連射の状態の時はターボボタンを押しながら A ボタンを2回押すと連射が解除されます。
連射ホールド状態の時はターボボタンを押しながら A ボタンを1回押すと連射が解除されます。基本的にはボタンを押すごとに長押し連射、連射ホールド、設定解除とループするイメージです。またターボボタンを3秒以上長押しすると全ての連射設定を解除することができます。どのボタンに連射を設定したかわからなくなってしまった時などに使うと便利です。連射機能の使い方は以上になります。ジョイメカファイトというファミコンのゲームの炎というキャラクターは A ボタンと B ボタンを同時に押すとファイヤーフレアという技を出します。それができるようにコントローラー背面の M2 ボタンに設定していきます。マクロを設定するにはターボボタンを押しながら M2 ボタンを押します。コントローラーが1回振動します。ここで A ボタンと B ボタンを同時に押します。背面の M2 ボタンを一度押します。1回振動しました。これで設定が完了です。M2 ボタンを押すと技が発動します。次に十字ボタンの下を押してから A ボタンで発動する Fire Wave という技を M1 ボタンに設定してみたいと思います。T ボタンを押しながら後ろの M1 ボタンを押します。1回振動が来ました。コマンドを入力します。後ろの M1 ボタンを押します。振動が来て設定ができました。M1 ボタンを押します。次に十字ボタンの前、下、後ろ A ボタンと押すと発動するファイヤーボールという技を M4 のボタンに設定してみたいと思います。ターボボタンを押しながら後ろの M4 ボタンを押します。1回振動します。コマンドを入力します。後ろの M4 ボタンを押します。振動が来て設定できました。M4 ボタンを押すと技が発動します。また現在 M1、M2、M4 に技が設定されています。それぞれのボタンを押すことで簡単に技を発動することができます。設定をクリアするには先ほどと同じでターボボタンを押しながら設定済みの M ボタンを押します。1回振動します。これで設定が解除されました。ボタンを押しても動きません。マクロの使い方は以上になります。6軸ジャイロセンサーを試してみたいと思います。マリオカートをプレイしてみます。ゲーム上でジャイロをオンにします。問題なくプレイできました。コントローラーの振動の強さ変更の仕方を見ていきたいと思います。3段階となしに設定可能です。任天堂スイッチを起動した状態でターボボタンを押しながら左スティックを倒すことで変更が可能です。強くしたい場合は上、弱くしたい場合は下に入れます。私は 70% がちょうど良いと思いました。
このコントローラーの良いと思った点は、持った時に純正プロコンに非常に近い感覚がしたことです。以前レビューしたコントローラーよりも手に馴染み、操作しやすい感じがしました。またマクロボタンが4つ搭載されていますので、たくさんのコマンドを使用するゲームをプレイする場合は重宝すると思います。バッテリーの容量が純正プロコンの半分以下ですが、それでも約10時間は使用可能なようですので十分だと思います。気になる点としては、連射ターボを設定した時に確認の振動がないことです。振動があると、今長押し連射に設定した状態なのか、連射ホールドに設定した状態なのか確認がしやすいです。またホームボタンを押して任天堂スイッチをスリープから起動することができますが、この機能にはムラがあるようです。素早く起動する時もあれば、起動することができない時もあります。そして任天堂スイッチとケーブルで接続している時は、コントローラーを動かしても任天堂スイッチは操作できません。いろいろと良い点、気になる点はありますが、価格の安いサードパーティー製のコントローラーと考えれば、私は良いアイテムだと思います。そして動画の最初にもお話ししましたが、この動画内容や取扱説明書を見てもわからないことがある場合は、コメント欄に書き込むのではなく、商品販売ページにあるカスタマー Q&A にて販売元へお問い合わせするようにしてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。